灯火様、新たな部隊が到着したようです。新たな部隊ってどこの人かな。旗印には孫の文字。あれは高等の麒麟児の部隊だろう。高等の麒麟児？孫作さんとおっしゃる方ですね。先代は孫健さん。こちらの方も高等の虎と呼ばれた英雄です。英雄さんの娘さんか。じゃあきっとすっごく強い人なんだろうね。頼もしいお味方であってくれればよいのですが。きっと大丈夫だよ。相変わらずのおきらこお姉ちゃんなのだ。ひどいよリンリンちゃん。まあ孫作殿がどのような人物なのか、我らの敵になるのか味方になるのか、そのあたりは会って話をしてみないことにはわからないでしょう。うん、そうだね。じゃあ今からお話ししに行ってみよう。いけません、灯火様。あと半時ほどで軍議が始まるのですから。もうそっか、忘れてた。それじゃあ機会を見て孫作さんのとこにお邪魔しよう。それがよろしいかと。では後で使者の方を出しておきますね。当然だ。炎章や炎術、そうそう。野心ある人間ならば勢力拡大に力を入れるさ。それだけ風雲が近づいているってことでしょ。それよりメイリー、軍議に行ってきて。軍の代表が出るべきだと思うけど。却下。興味ないもの。メイリンはそうやってため息つくけど、どうせみんなが主導権を握るために腹の探り合いをするの目に見えてるんだから。そんなところ行きたくないわ。私だって行きたくないわよ。でも言ってくれるんでしょ。メイリン優しいし。貸し一つよ。了解。今度レアで返しましょうか。変な想像をするなよ本郷。なんで？いいじゃない。私たち愛し合っているんだから。言ってなさい。じゃあ私は軍議に出る。の部隊への指示はお前に任せる。はーい。では皆さん天幕を張っちゃいましょう。私はカズトとお話でもしてよっかな。だそうだ。シェレンのお守りを頼んだぞ本郷。何気にひどいこと言うのねカズト。気分屋って何が？大丈夫だって。他人の腹の探り合いなんて見ていて楽しいもんじゃないし。それに私が出るよりメイリンが出た方がいろいろと情報を集められるでしょ。適材適所よ。それよりカズと一緒に話そうよ。適当。
どう？生活慣れた？怖いの？素直ね。カズとはそんなことする必要ないよ。あなたは私たちのそばにいてくれるだけでいい。そんなことない。こうやって話をしてくれてるじゃない。それが重要なのよ。5の人間はね、本来自分たちが所有していたものを全てかすめ取られたの。その持ち物を取り返すためにずっと戦ってきた。だけど戦いだけの毎日じゃ獣と変わらない。私たちが人間だって、やってることは間違いじゃないんだって再確認して一息つくために、カズトはすごく役に立ってくれてるわよ。そうだよ。レンファだってあなたと話している時に女の子らしいこと言ってたじゃない。この前の夜よ。黄金島の本体と戦う前、2人で話をしていたでしょ。そういうね、女なんだって意識を思い出させること、それが重要なの。もちろんそのためだけじゃないよ。政治的に利用はさせてもらうけど。そう言ってくれると嬉しいけど、本当は後悔してたりとか？本当？私もカズトになら寄りかかりたいかな。肩だけじゃなくて体も貸してね。メリーもカズトなら良いって認めてくれるから、カズトを食べちゃっても怒らないわよ。ただし人に面倒ごとを押し付けてる時は除いてね。あらメリー、お早いお帰りなのね。しかもちょっとご立腹。私まだカツトを食べてないわよ。そこじゃないわ。他人の腹の探り合いに当てられたのよ。ああ、そういうこと。軍議どうだった？反東卓連合の総大将は袁紹に決まったが、おそらく裏では袁術がしっかりと糸を引いていることだろう。それで連合軍は一致団結して洛陽を目指すそうだ。まあ当然よね、それは。でそれだけだ。はあ？何それ？どうやって洛陽を目指すとか、そういう作戦みたいなのは？ない。いや、あるにはあるが、これを作戦と呼ぶのは軍師としての誇りが許さん。連合軍は洛陽に向かう。途中にある止水艦、古老艦を力ずくで押し通ってな。呆れ果てて何も言えなかったわ。で、先陣は誰が取るの？劉備の軍が取ることに決まった。まあ捨て駒でしょうね。
状況を見ればそうとしか考えられないでしょうね。劉備は受けたの？受けたというか、受けざるを得なかったというのが本音だろう。圧力をかけられたか。まあ仕方ないか。まあね。しかしこの状況を乗り越えれば、あの勢力は大きくなると見た。天の時と人の輪、その2つをこの目で確認したからよ。関羽、張飛といった豪傑を従え、知将も多く揃っている。また先の大乱を利用して成り上がれる天運もある。天下を担う英雄の一人になりうるってことね。ああ、しかも曹操よりは組みしやすかろう。味方に引き込む？可能だろうな。よし、なら劉備を助けましょうか。そういうこと。まあ私が会って話してみて気に入らなかったら捨てるけどね。それも手か。では劉備の陣地に使者を出しておこう。待て、お前たちは何者だ。なぜ我らの陣に入ってくる。控えろ。こちらにおわすは我らが呉の名手孫作様だ。陣を訪れることは先触れの使者から伝わっているはずだが。ああ、あなたが高等の麒麟児か。何それ。全然。私ってそんな風に呼ばれてるんだ。あなたの有名は大陸中に響いていますからね。お姉ちゃんかっこいいのだありがとう。でもそういうあなたたち二人の名は？我が名は関羽、あざ名は雲長。リンリンは張飛なのだ。あなたたちが関羽ちゃんに張飛ちゃんなのね。ねえ、劉備ちゃんいる？ちょっとお話ししたいから呼んでほしいんだけど。呼ぶことは構いませんが、一体どのようなご用でしょう。下がれゲロ。何？我は高等の虎が建国した孫悟の王。王が貴様の主人に面会を求めているのだ。家臣である貴様はただ取り次げばよい。なんだと？我らには主を守る義務がある。たとえ王といえども不審の者を当家様に会わせられるか。それでもまかり通るというならば、この関羽が相手となろう。はあ、大言相互だな関羽。ならば相手になってやろう。当家様。アイシャと孫作お姉ちゃんがちょっと喧嘩したのだ。でも二人とも本気じゃなかったから、お姉ちゃん心配しなくてもいいのだ。あら、私が本気じゃないってどうしてわかるのかしら。武器を構えたのに殺気がないのだ。だからリンリンは安心して見てたのだ。すごいわね、張飛ちゃん。お姉ちゃんもな。アイシャ、武器を収めて下がってるのだ。わかった。
アイシャちゃんがご迷惑をおかけしました。別に構わないわ。どうせカウンも本気じゃなかったでしょうし。それよりあなたが劉備？そうですけど、あなたは？孫作、あざ名は白府、呉の王よ。まあ呉の王といっても今は領土もなく家臣も少ないけどね。あなたが孫作さんだったんですか。それで御用の方は？とりあえず挨拶、あとちょっとした提案をしに来たのよ。提案ですか？そう、あなたたち先方にさせられたのよね。はい。どう？勝てる見込みあるかしら？正直に言うと分かりません。アイシャちゃんやリンリンちゃんがいたとしても絶対的に兵士の数が足りてませんから。董卓さんの軍勢とまともにぶつかればきっと負けちゃうと思います。そうよね。だったらさ、手を組まない？劉備軍と私たち孫悟の軍が先鋒を取れば兵の数も倍以上になるし、そうすりゃ勝てる見込みも高くなるんじゃないかしら。それはそうですけど。でもそんなことして孫作さんには何の得があるんですか？あら、意外としっかりさんなのね。今まで鍛えられてきましたから。よいわ。あなたを信じて胸筋を開いてみせましょうか。知っているかどうかはわからないけど、呉の土地を奪われた私は今演術の客商という身分に甘んじているわ。だけどこのままで終わらすつもりはない。母様が広げた呉の領土の全てを回復してみせる。そのためには外の味方が必要なの。わかるかしら？だから私たちに協力するんですか？そう。そして劉備、あなたもこれからの割拠の時代を生き抜くためにどこかに味方が必要でしょ？はい。お互いの利益が一致していると思うんだけど、私の勘違いかしら？いいえ、孫作さんのおっしゃる通りだと思います。なら協力する？どうして私なんですか？あなたが義理堅そうだから、信用できそうっていうのが一番大きな理由。ついで2つ目の理由は、あなたと私たちの勢力が今は五分五分だからよ。なるほど、わかりました。でも何かしら？孫作さんが信用できるかどうか、私にはまだ判断できません。真偽を見せろと？そうです。良いでしょう。なら見せてあげましょう。孫悟の戦いぶり、その目に焼き付けておきなさい。もし私が信頼するに足らないと判断したのならば、それはそれでよし。いつか戦場で矛を交えるだけよ。わかりました。では孫作さんの真偽、しっかり見させていただきます。ええ。では
一刻後に出発ってことでいいわね。なかなかやるわね、彼女。ええ、うまく乗せられちゃったわ。まあこちらの言うことは全て疑ってかかっているようだったな。しかしそれぐらいできねばこの乱世では生き残っていけまい。そうなんだけどね、見た目に反して結構したたかなのがちょっと意外だったのよ。だけどああいう方の人間は一度信用できると認めさせたならば心強い味方になってくれるわ。ならばまずは所詮止水館で信用を得なければならんな。だね。でもどうしよっか。止水館にこもる敵兵は8万から10万。我らと劉備の軍を合わせてもそれにははるかに及ばないわ。また敵は止水館という難攻不落の席にこもっている。打つ手なしね。打つ手なし？そんなの必要ないでしょ。火の玉になって寄せるだけよ。本郷の言う通り、シェレンの言葉はざれ言だから気にせんでいい。ざれ言なんてひどい。ひどい発言なのだから仕方ないな。ところで本郷、お前の意見を聞かせてほしい。そうだ、何か案はないか。どういうことだ？正論だな。ではそこに持っていくまでの寄付を作成するか。そうだな。ではまず情報の整理を行おう。止水館にこもるのは東卓軍の兵士8万から10万。それを率いるのは行商長領と猛将夏油の2人。夏油って母様にコテンパンにやられちゃった武将じゃない。大したことないんじゃないの？さてな、あの時は夏油の同僚が暴走し部隊が混乱をきたした。その隙を文大様によって疲れた敗走したのだが、あの時の戦いを基本にして夏油の能力を推し量るのは危険だろう。そういうことだ。でもさ、夏油ってそんなに有能な将だっけ？こと部に関してはな。厄介ね。ああ、武官にとって部こそが己の存在を最も輝かしめる要素だからな。例えば？悪くはないな。だがもう一工夫欲しいところだ。ただ罵っただけで突出するような愚か者ならば止水館の守りなど任せられるはずはなかろう。
かけを作らなければならんな。例えば、十分に罵り、愚弄した後、戦いを仕掛けて引いてみる。というのはどうか？それまでの罵声で鬱憤が溜まってるから出てきそうではあるわね。メイリンってば性格悪いんだから。策と言ってもらおうか。ただ、この策にも問題点はいくつかある。まず第一点、罵倒する人間の質だ。残念ながら我が軍には大陸中に名の知れた者は一人しかいない。私がやっていいならやるけど。却下よ。面白そうなのに。却下。はーい。続いて第2点。あからさまにしゃしゃり出るのはまずい。演術に勘ぐられる可能性もある。今は極力目立つ行動は控えなければならん。だからこそ劉備に会ったのだよ。あら、じゃあ劉備にその策を伝えるの？ええ、劉備軍ならばうまくやるでしょう。関羽、張飛がいるからね。はじめはな。だがすぐに我らが駆けつけるさ。理由は先方を支えるためだ。それなら演術ちゃんの目もごまかせるか。じゃ、それで行きましょう。了解した。